骨がありますね。これ骨ですよね。強い刺激臭とともに床面ですね、びっちょり濡れてるの分かりますかね。急激に腐敗して溶け出した人間のこの油分というか油分ですよね。だいぶふわってきたんですね。開けた時に何百匹に飛んできて、2歩進んだらちょっともう体液に流れてる状態なんで、もうこれを以上はちょっと踏み込めないと。本当にね、すごかったですよね。予想以上に油分が地層になっておりまして、もう床板がもうびちょびちょの状態なんですよね。おはようございます。本日ですね、関西のとある住宅街に来ております。この閑静な住宅街の一軒家のお宅、単身でお住まいだったお父様がトイレでお亡くなりになられた。死後大体半月経っている孤独死なんですよね。依頼者さんっていうのが息子さんにあたりまして、この息子さん、まずは周りの方にご迷惑にならないようにということで、中の清掃から消毒、早急にですね、行わせていただきます。よろしくお願いいたします。すいません。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本当です。よろしくお願いします。はい。早速、本日中に入らせていただいて作業させていただくんですけども、まずは貴重品とかが使ってないということで、重要書類の金ももちろんそうなんですけども、家の権利書、あと通帳、お写真とかですね、しっかり見させていただいて作業させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速中の状況を確認させていただきます。失礼します。今中に入らせていただいたんですけども、腐敗臭っていうのはやっぱりすごいですよね。で、本日本当に猛暑日ということもありまして、腐敗するスピードっていうのがやっぱり非常に速くて、外に出てても匂いがすごいする状況です。で、玄関、床、びっちりとハエの死骸ですよね。扉を開けるとさらに腐敗臭が強くなっていきます。玄関入ってすぐなんですけども、こちら、依頼者さんからお聞きしてたトイレでお父様孤独死をされてるんです。おそらく警察が踏み込んだ時に、この毛布とかをそのまま引いたような状況なんですよね。でもこの辺からですね、床が湿ってるのを確認できますよね。急激に腐敗して溶け出した人間のこの油分というか油分ですよね。お父さんトイレで発見されてるんですけども、トイレのこの個室の中、強い刺激臭とともに床面ですね、びっちょり濡れてるの分かりますかね。骨がありますね。これ骨ですよね。通常あることなんですか？ないです。警察が引き上げるときに、おそらくもう腐敗がすごいのでバラバラになったんだと思うんですけども、一部が残っちゃったみたいな感覚ですかね。もう相当溶けてますもんね。一面もこれは体液ですね。お父さんは単身でお住まいだったってことなんですけども、依頼者さんのお話になると1階で生活されてたっていうことは聞いてます。じゃあ行きましょう。はい、よろしくお願いします。熱中症に気をつけて、しっかり、貴重品だけ探し合って、作業
きましょう。はい、はい、お願いします。ここはもう最後っていいんですね。そこは最後でいきます。ただこの動線を取りたいから、ここをちょっと片付けたいんですよ。はい。二重にして、一枚袋持ってきて。二重にして縛ったですね。うん。二重にして縛る。閉まらへん。これはもう人間の骨でしょうね。おそらく。それしか考えられないです。相当腐敗が激しかったと思いますよね。ああ、結構骨が。結構珍しいというかすごい骨が残ってますね。お風呂でなくなるパターンとかね、残ってるんですけども、はい、通常でとになるんですよね。一番初めちょっと扉開けた瞬間、開ける前、もう肺が開いてたんで、もしかしたらっていうのはあったんですけど、逆に開けて肺出てももしかしてっていう逆の生きててほしいなっていう気持ちがあったんで、2歩ぐらい家の中入ったんですよ。でもそれはちょっと届かなかった。一回ブワーってきたんですよ、開けた時に。ブワーってなんか何百匹飛んできて、匂いもすごくなってるんですけど、まあと思いながら、食べ物のカスやったらいいなって思いながら、2歩進んだらちょっともう体液に流れてる状態だったんで、僕も、これを以上は踏み込めないなと思って。はい、よいしょ。もう一丁、毛布。なんでこうなったんかな。ハエの前行ったらさ、足に体液がつくやん。ああ、なるほど。で、こう、点々で体液にハエがいって、そのハエがここに止まると、ピンセット先ぐらいの点々。確かに。これ辺が貴重品とかあるからな。一旦ちょっと置いといて。何ですか。住宅ローンって書いてますんで、住宅ローンの銀行口座ですよね、引き落としの、おそらく。ちょっと一旦水分補給していい？はい。倒れるわ。やばいですね。やばいっすよ。このさ、すごい数ですね。30分ぐらいの作業だったと思うんですけど。いや、もう本当に、真夏で防護服着て、もうサウナ状態ですよね。
母親がちょっと途中から連絡が取れないっていうのを聞いて、僕しか対応できる人間がおらんかったもんで、僕の方からちょっと一回聞いてみるわって言うて、一日ちょっと LINE したらすぐ見るタイプだったんで、見てなかったんで、ちょっとほんなら明日見てに行ってくるわって言って、見に行ったら倒れてたっていうか、もう匂いがすごくて、一歩ぐらい入って、ハエもすごかって、異臭もすごくて、とりあえず一旦閉めて警察呼んで、救急とかなって、ご遺体になってって感じで。結果は分かってないんですよ。途中の段階で、まだ葬式もあげれなくて。死因は多分昔から糖尿病は聞いてたんで、インスリンの投与で3月には入院してるのは聞いて、インスリンの量を決めるのに入院は1週間ぐらいはしてたみたいで、そこからはちょっと誕生日の日が4月やったもんで、その日に元気かなっていうのは聞いて、それが多分僕が連絡取ったのが最後やったんで、直接会ったのはまあ正月1回だけ元気な顔を見れたんで。写真だけでもって思って置いといてあげようかな思ってます。一人になってからなかなか会うね、母親挟んでだらちょっとね会いやすいんで、みんなお食事しようかとか言って、なかなか会う頻度が減ってきて、ご飯食べに行きやっていう機会も多分一人やったらなかなかできへんから、多分自分で料理もする人ではないので、どういう食生活してたのかなと思って全く想像つかないんですよ。支えてくれるものがね、母親が、ね、近くにいてないから、多分食生活も荒れたからちょっと体の不調がちょっと早くなったのかなっていうのもあるかなと思って。お疲れ様です。お疲れ様です。今作業の、はい。段階的にはどの段階が終わった感じですか？まずはですね、この動線にあった体液部分ですよね。その体液部分の除去と、清掃ももちろんするんですけども、先に残置物、お荷物の片付けと、整理、あとは撤去ですよね。が今終了したところになります。ここから物がなくなったので、もう一度一気に清掃の方をですね、させていただきたいと思います。刺繍の匂いじゃないのかな。多分一番。
袋ある？幼少期はいろんなところ連れて行ってもらったり、ほんまに休みの日は家族のために思ってくれたり、仕事やったら仕事一本でみんな育ててくれたかなっていう、ほんまに昭和のお父さんみたいな感じの頑固者です。本体の部屋にすごい量の玉があったと思うんですけど、録画したやつを編集して自分でディスクにするのが好きで、だいぶ集まってるって100本以上は玉あったかと思うんですけど、今あれば編集していくって言ってたんで。作業的にはいかがでしょうか？そうですね、本当にかなりひどい状況だったんで、一旦消毒とある程度の清掃はさせていただいたつもりなんですけども、本当にね、すごかったですよね。予想以上に油分が地層になっておりまして、もう床板がもうびちょびちょの状態なんですよね。で本当に脱臭とか清掃だけではやっぱり収まらないので、本来は原状回復させていただいたりとか、リフォームで床めくらせていただいたりってなるんですけども、お客様のご希望でですね、今回は一旦この家そのまま売却する、あるいは解体をするかもわからないということで、最低限のことはさせていただきました。はい、遅くなり申し訳ございません。無事完了しましたので、一度確認の方お願いいたします。はい、ベランダも続いてるんですけども、ここにも荷物あったんですけども撤去しました。で、奥の洋室ですね、同じくクローゼットも含めて何もない状況ですね。で、この洋室ももう全部クローゼット含めてもう何もございません。ハエ、そうですよね、ハエの数も相当ありました。洗面ですよねとお風呂、もう何もない状況になってます。ここにクローゼットがあるんですよね。ここがもうすごかったです。体液が全部こっちに流れてきて、はい、この一番端っこまでも来てますね。で、リビングにもやっぱり来てます。そうですね。はい。はい。で、トイレですね。で、床はもうある程度やってるんですけども。ありがとうございました。僕的にはもう全部写真持って帰りたい気持ちでいっぱいやったんですけど、そんないらんからやめとけって言われて、僕はちょっと半分でも持って帰るから、それでも半分に絞るのちょっと大変やったんで、兄弟に写ってる写真でも持って帰らせてもらおうかなと思って、持って帰ったらちょっと携帯入れるのになんか編集するなりしようかな考えてます。なんかこう懐かしいお写真持ってきました？探してきましたね。やっぱり父親は結構ね、あれもちょっとあんまりなんか、ね、よろしくなくて、10年ほど前からちょっとあんまり疎遠になっているんで、僕しか頼る人おらんかったんで、父親も。なんかあったら言うてよ言うたのに、何も言うてくれなくて、もっといい形でいけたらなと思ってたんですけど、一人で亡くなることになって、ちょっと辛かったです。関西トムサービスのお食事については、何かお話いただけますでしょうか？皆さん迅速に動いてくれたって、大よくて、暑い中、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。まず依頼者さんに対して
感謝を申し上げたいと思います。撮影に協力いただきまして誠にありがとうございました。お父様を突然亡くされ、とても辛い状況にあるにもかかわらず撮影に協力いただきました。ありがとうございました。当時の状況についてもインタビューでお伺いすることができ、現在の日本で多発する孤独死の実情について改めて考えさせられました。孤独死は個人の問題ではなく社会全体の問題となって久しいですが、少しでも多くの方が孤独死の現実に目を向けていただくことで問題解決の道がきっと開かれると信じております。私ども関西クリーンサービスチャンネルでは現場からこの孤独死の問題と向き合い警鐘を鳴らし続けていきます。チャンネル登録やいいねをしていただけるとこの活動の励みになりますのでよろしくお願いいたします。そして旧 Twitter の X でも情報を発信しておりますので動画説明欄よりチェックをお願いいたします。私たちの活動が誰かの助けになれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。